記録方式、第 2.00 番で起動。記録庫、東海道53次、岡部宿、再生を開始。今回の深掘り旅は、東海道53次の宿場巡りシリーズ。日本橋から21番目の宿場、岡部宿を深掘り解説。解説役は、僕、やっち。僕、スクッチは聞き役です。それでは、旅ロボの深掘り旅スタート。旅ロボの、深掘り旅。やってきたのは、静岡県藤枝市にある、河原町バス停。日本橋から21番目の宿場、岡部宿巡りはここからスタート。一つ前のマリコ宿からだと、マリコ橋入り口バス停から約15分。マリコ宿の動画でも言ったけど、丸2個、でマリコって読む。そんなマリコ橋入り口バス停から約15分の河原町バス停から、来た道を戻る方向に進むと、岡部宿の江戸型見附跡がある。岡部宿があったのは、静岡県藤枝市。だいたい地図の赤丸のあたりに岡部宿があった。この道が旧東海道で、江戸、日本橋方面に向かってる。河原町バス停から江戸川、日本橋側の出入り口、江戸型見附跡までは徒歩で約2分。ここで、東海道53次の宿場巡りのルールを紹介。日本橋から京都方面に向かいながら、宿場を巡る。見附、本陣、脇本陣、問屋場、考察場は見る。宿場間は公共交通機関を使って、そのルートがわかるような動画にする。ルールの詳しい説明は品川宿の動画にあるので、概要欄のリンクから見てください。最初に行くのは、江戸型見附跡。地図の青い線が旧東海道で、赤い点と赤い点の間に岡部宿があった。江戸型見附跡は、地図の赤丸のところにある。看板の下にひっそりとあるのが、江戸型見附跡の解説。岡部宿の江戸型見附には木戸があって、毎日開け閉めしてたとのこと。ここの解説ではマス型跡になってるけど、見附はマス型になってることが多かったみたい。ここは道が直角に折れ曲がっていますとあるけど、解説の古地図では直角には曲がってない。令和7年、2025年10月時点で、江戸型見附跡は道路と空き地、第一義県になってる。直角に曲がってるなら正面の道が旧東海道っぽいけど、そっちの道は旧東海道とは関係ないみたい。旧東海道の江戸、日本橋方面はこっち。こっちが京都方面。道路の反対側から江戸型見附跡を見るとこんな感じ。見附は、見張りの万兵を置いた軍事施設のことで、赤坂見附とかはその名残。宿場の出入り口にも見附が置かれてた。マリコ宿の動画でも説明したけど、連続で宿場を巡るなら、岡部宿は少し注意が必要。マリコ宿、岡部宿、藤枝宿は、同じバス路線で途中下車しながら巡ることになる。そのバス路線は、新静岡駅、静岡駅と、藤枝駅を結んでる。新静岡駅、静岡駅は、マリコ宿の一つ前にある府中宿の最寄り駅。順番に宿場を巡ってくなら、マリコ宿、岡部宿、藤枝宿を1日で巡った方がいいと思う。今回の撮影も、3つの宿場を1日で巡る計画ですよね。そのために、朝早くにマリコ宿に向かって、岡部宿、藤枝宿と一気に見ていく予定。トイレ問題もあるから、そういう意味でも時間との勝負になるかもしれない。岡部宿でトイレ休憩できる場所は、後で紹介する。旧東海道は直進方向じゃなくて、ここから右にそれていく。案内もあるから、間違えないと思う。
この辺は、当時の道幅なんですかね？そんな感じがする道幅だよね。旧東海道はここで左に曲がる。向こうに見える橋が、さっきの道を直進すると通る橋。岡部宿のここは、ゆったりとした時間が流れている気がした。ここでさっきの道に戻る。振動の方が便利だと思いますが、ゆっくり歩くなら雰囲気のいい旧道がおすすめですね。そう思う。次は、大旅籠、柏屋。大旅籠、柏屋は、地図の赤丸のところにある。大旅籠、柏屋は、岡部宿を代表する旅籠で、国の有形文化財に登録されてる。旅籠は、食事も提供する宿のこと。柏屋の母屋は、2度の焼失を経て、江戸時代後期の天保7年、1836年に再建されたとのこと。令和7年、2025年10月時点で、大旅籠、柏屋は、歴史資料館として当時の様子を見ることができるようになってる。物産館や、蔵を改装したカフェも併設されてるから、宿場巡りの休憩場所として利用するといいと思う。僕たちは、当然休憩しないで先を急ぐけどね。暗くなる前に、藤枝宿まで撮影しないといけないですからね。大旅籠、柏屋の入館料は、令和8年、2025年3月時点で、大人が300円、中学生以下が無料となってる。本陣案内所とあることからわかるように、岡部宿の本陣はすぐ近くにある。次は、うちの本陣跡。うちの本陣跡は、地図の赤丸のところにある。岡部宿には本陣が2軒あって、2軒とも大旅籠、柏屋のすぐ近くにあった。岡部宿本陣跡って看板が掲げられた門があるこの場所が、うちの本陣跡。宿役制度が廃止されるまでの約180年間、うちの家が代々本陣職を継いでいたとのこと。当時の建物は残ってなくて、ここにある門とかは再現されたものらしい。令和7年、2025年10月時点で、うちの本陣跡は、岡部宿うちの本陣史跡広場になってる。本陣は、大名などが泊まる宿のこと。門の向こう側に行くと、平面表示された本陣の間取りを見ることができるみたい。ただ、当時より5メートル後ろに間取りが表示されてるとのこと。事前の調べが足りなくて、よく見なかったのが残念なところ。
ちなみに、右側の建物がトイレ。次は、二等本陣跡。二等本陣跡は、地図の赤丸のあたりにある。二等本陣があったのは、うちの本陣と大畑後、柏屋の向かい。大体この辺りに二等本陣があったみたい。令和7年、2025年10月時点で、二等本陣跡は民家になってる。うちの本陣跡は当時の敷地がそのまま残ってるみたいだけど、二等本陣跡は当時の様子を示すものは残ってない。ただ、8代将軍、徳川吉宗が泊まった時、その名前を書いて本陣前に掲げた石札が残ってるとのこと。本陣跡を見たら、トイレに寄ってから先に進んだ方がいいと思う。真夏とか真冬でなければ、この岡部宿公園で休憩することもできそう。次は、岡部本町のトイアバート。岡部本町のトイアバートは、地図の赤丸のところにある。岡部宿にはトイアバが2軒あって、そのうちの1軒がここにあった。ここは岡部本町のトイアバがあった場所。トイアバは、大名などの荷物運搬、幕府公用の書状等の通信、大名行列の宿泊の手配などを担ってた。令和7年、2025年10月時点で、岡部本町のトイアバートは民家になってる。次は、脇本陣跡。脇本陣跡は、地図の赤丸のあたりにある。脇本陣があったのは、岡部本町のトイアバの向かいあたり。脇本陣跡を示すものは何もない。でも、東海道文献のベースによると、脇本陣があったのはこの辺のはず。令和7年、2025年10月時点で、脇本陣跡と思われる場所は、岡部町内会館になってる。脇本陣の脇は、予備のことで、本陣が使えない時に、脇本陣が使われてた。雰囲気的には、この蔵のある家が脇本陣跡な気がする。でも、ここは初亀醸造らしい。初亀醸造の創業は寛永13年、1636年。創業時は駿府城近く、現在の静岡県静岡市葵区中町にあって、ここは明治9年、1876年に創業を開始したとのこと。脇本陣だったところを使った可能性があるということですか？そう思って調べてみたけど、造り酒屋を買収ってあったから、違うと思う。ちなみに、初亀醸造は、現存する中で静岡県で最古、全国でも31番目に古い歴史を持つ酒蔵みたい。旧東海道は、藤枝市消防団第11分団一般があるところで、左の方にそれていく。少しわかりにくいけど、分かれ道のところには案内もある。街道という雰囲気の道。ここも当時と道幅が変わってなさそうですね。そうだね。ここからは、宿場の雰囲気を感じながら歩けると思う。次は、小野小町姿見の橋。小野小町姿見の橋は、地図の赤丸のところにある。絶世の美女として知られる小野小町。その小野小町は晩年、東の国に下るとき、岡部宿に泊まったらしい。小野小町はこの橋に立ち止まって、夕日に映える西の山の美しさに見とれていた。小野小町が視線を橋の下の水面に移すと、長旅で疲れた自身の姿が映っていた。
その姿を見た小野の小町は、甥の身を嘆き悲しんだと言われてるとのこと。そんなことがあって、宿場の人たちは、この橋を小野の小町姿見の橋と名付けたらしい。この解説の西の山が西側にある山なら、小野の小町が見たのは向こうに見える山ってことになる。今は建物の間から少し見えるだけですが、当時はもっとよく見えたんでしょうね。見とれるくらいだから、そうなんだろうね。杉氏昔の面影を失ってしまったってあるけど、小野の小町は本当にそれを嘆き悲しんだのかな。小野の小町がどんな人だったかわからないけど、晩年だから、老い先短いことを嘆き悲しんだ気もする。調べてみたら、長旅や病弱の身のため、やつれてたって情報もあった。若かりし頃の姿との比較な感じじゃなくて、元気がなくなってくことを嘆いたようにも思える。次は、考察バート。考察バートは、地図の赤丸のところにある。岡部宿の考察場には、解説がある。その解説には考察場の写真もあるから、考察バートがどんな感じだったかイメージしやすいと思う。考察場は、掟やハットを掲げておくところ。令和7年、2025年10月時点で、考察バートは駐車場になってる。ここの解説によると、考察場は宿場内の目立つところや、人が集まるところに設置されたとのこと。今では人通りが少ない場所になってるけど、当時は人が多くいたんだと思う。振動ができたことも影響しているんでしょうね。そうだろうね。神奈川宿にある復元された考察場はこんな感じ。さっきの解説より、この写真の方が考察場の雰囲気が伝わると思う。旧東海道は、ここを左方向に進む。この曲がり方は地形の問題なのか、マス型なのか、調べてみると、この辺から旧内谷村で、岡部宿の家宿だったらしい。ということは、内谷村が家宿になる前は、ここが岡部宿の京都側の出入り口、上方見附だった可能性がある。見附だからマス型になってるということですか？本当のことはわからないけど、そうなのかもしれない。見れば見るほど不自然な曲がり方なので、何らかの理由があったと考えた方が良さそうですね。そうだよね。家宿とは、宿の負担を軽減するために、周辺の村を宿駅に加えたものらしい。宿駅天満制が始まったのが慶長6年、1601年で、岡部宿が宿場に指定されたのが慶長7年、1602年、寛永12年、1635年に参勤交代が制度化されて業務が増大し、隣接する内谷村新町が家宿に指定されたらしい。時系列を考えると、さっきの不自然な道の曲がり方は、かつての見附、マス型の名残な気がする。次は、家宿内谷の問屋バート。家宿内谷の問屋バートは、地図の赤丸のところにある。岡部宿に2軒あった問屋場のうち、家宿内谷にあった問屋場の跡がここ。解説が民家の花壇みたいなところの中にあるから、気づかずに通り過ぎてしまう人もいるかもしれない。令和7年、2025年10月時点で、家宿内谷の問屋バートは民家になってる。宿の負担を軽減するために家宿に加えられたところに、重要な役割の問屋場があったってことになる。今まで巡ってきた問屋場が何軒かあった宿場では、交代で業務を行ってたという情報もあった。岡部宿の問屋場については情報が見つからなかったけど、おそらく交代制だったんじゃないかなと思う。
旧東海道はここで右に曲がる。藤枝市岡部支所のところの交差点で、旧東海道はさらに左に曲がる。そして、旧東海道はこの道をまっすぐ進んでいく。次は、上方見附跡。上方見附跡は、地図の赤丸のところにある。旧東海道をそのまままっすぐ行かず、左の方に行くと、京都側の出入り口、上方見附跡の開設がある。江戸方見附跡の開設と同じように、上方見附跡の開設も増形跡ってなってる。開設にある東海道文献のベースを見ると、ここは完全に増形になってたのがわかる。ここにも木戸があって、毎日開け閉めしてたとのこと。今も増形跡はしっかりとわかる。令和7年、2025年10月時点で、上方見附跡は、長島酒店、増田屋書店、税理士事務所になってる。こっちが京都方面。江戸、日本橋方面から来た旧東海道は、上方見附跡の増形を過ぎて、京都方面に進む。岡部宿の上方見附跡から、次の宿場の藤枝宿に行くには、近くのバス停からバスに乗る。最初に言ったように、丸子宿、岡部宿、藤枝宿は同じバス路線で途中下車しながら巡ることになる。順番に巡るなら、1日で3つの宿場を巡った方がいいと思う。僕たちもそのつもりで撮影に来ていますからね。明るいうちに撮影を終えたくて早めに動いてるから、しっかりとした休憩は移動中だけって感じになってる。普通に宿場を巡るなら、丸子宿でとろろ汁を食べたり、岡部宿で大旗を、柏屋を見たりする時間はあると思う。ここから藤枝宿の江戸方見附跡に行くには、藤枝市岡部支所前バス停からバスに乗る。藤枝市岡部支所前バス停から約15分。成田山前バス停で下車。成田山前バス停から徒歩で約1分のところに、藤枝宿の江戸方見附跡がある。ここから乗るバスは、静鉄ジャストラインの藤枝駅前行き。バスは1時間に2、3本あるみたい。ということで、東海道53次の宿場巡りシリーズ、岡部宿はこれで終わり。次の藤枝宿の動画も見てくれると嬉しいです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ここまで動画をご視聴いただいた調査協力者の皆さん、本当にありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの調査に協力してくれると嬉しいです。調査記録、再生終了、休止状態へ移行。